こんにちは、ミルトンです。今日はこのエブリィにソーラーパネルでも動く車中泊用の換気扇を作ってみました。完成品がこちら。この換気扇、この床を作った時に余った端材で作ったものなんですけれども、いい感じに施工できてかなり満足しました。今回はこの換気扇を車の車体とリアウィンドウで挟み込む形にして、外から叩いても取れることがない防犯対策もできるような形に施工できました。車中泊だけでなく、この上に仕込んでいるソーラーパネルを使って真夏の炎天下、この換気扇を回しっぱなしにしても全く問題がないような形に仕上げることができました。フラット床を作った時に余った端材で換気扇を作っていきます。前回はジグソーのみでフリーハンドでカットしたため、切れ目がガタガタになってます。今回はなるべく見栄えをよく作りたかったので総ガイドを購入。1100円程度とかなりお安い商品でした。定規のへりの高さはこのぐらいになっています。このへりのところにジグソーのこの部分を当ててずれないようにして切っていきます。木工用の目の細かい 18T というものを使ってカットしていきたいと思います。刃の交換時には安全のために電源を抜いて作業します。刃も交換してバイスできちんと固定したのでカットしてみたいと思います。この総ガイドは60センチまでしか長さがないので、一時分解して当て金をして切っていきます。カットし終えました。こちらが以前フリーハンドで切ったジグソーの切り口になります。でこちらは総ガイドを使って切った切り口になります。全然違いますね。このぐらい綺麗に切れた理由としては、一つはこの総ガイドを使ったということと、このジグソー自体のこのスピードメーターがついてるんですけども、これを一番遅い形でスタートして力を入れずにゆっくり切っていったことが綺麗に切れたコツなんじゃないかなと思います。このジグソーは Amazon で4700円ぐらいで買ったジグソーなんですけども、こんな形で綺麗に切ることができました。型取りの方法なんですけども、非常に簡単で、このように車の中に片方入れて隅をこのように合わせます。そしてこのラインでただ線を引くだけです。で次に線を引いた後に左側をこのように当てたものを下にスライドさせて、ここでストップします。手で持ちながらここでもう一度線を引いていきます。これだけで型取りが完成です。少しぐらい大きめに取っておいていただいても大丈夫です。こちら側も同様にやっていきます。でそうするともうカットする目印が外側をカットすれば OK なようにしてあります。こちら側も同様に線を引きました。映像ではサクッと切っているように見えますが、実際はかなりゆっくり切っています。切り落とした端材は後ほど使いますので捨てないようにしてください。ここからここまで溝を切っていきたいと思います。この2つは手彫りで溝を取っていく予定です。 Amazon で5300円の格安電動トリマーを購入しました。こちらが高木電動トリマー TR100 の内容物すべてになります。今回は直線の溝切りをしたいので、セッティングをこのように変えてセッティングしていきます。こちら側とこちら側の高さを合わせてネジで締め上げます。本体に取り付けます。ワッシャーがこのような形にして取り付けるといいようです。こちらの製品、カットの仕方も間違いのないように進む方向も指定していただいてますので、結構使いやすいと思います。今回はこだわりの切り口にして換気扇の機能性を上げたかったので、高木 TBS2 ビットセットも購入しました。 Amazon のレビューではこの 3mm のやつは非常に折れやすいというレビューが入っていたんですけれども、試してみたいので 3mm のもので彫ってみたいと思います。 6mm は刃が2枚ついております。 3mm の方は刃が1枚です。で銀杏面、これも2枚刃のような、銀杏面とはこのような形の溝を切っていくようです。では交換していきます。これは 3mm のトリマービットです。ビットの交換時には万が一の事故を防ぐために必ず電源を抜くようにしてください。このように彫りたい深さの溝に合わせて
この刃先を出していく。このような形で当たって彫っていきます。この曲線の木片は後ほど瞬間接着剤でくっつけますが、まずは接着前に直線の溝を切っていきます。トリマーでいきなり溝を切り出すと機械の反動で失敗しやすいそうなので、一旦ドリルで下穴を開けることにしました。安全のために手袋をつけて、本当は安全メガネがいいそうなんですけども、安全メガネがないので普通のメガネでやります。では行きます。すごい緊張するな。すごい緊張する。電源を入れて安定するまでは木片に当てないようにしてください。反動でブレたり刃が折れたりすることもあるそうです。映像は30倍速で早く動いているように見えますが、力を抜いてめっちゃゆっくり進んでいます。このようにすごく粉塵が飛び散りまくりますので、マスクをつけて作業されるのをお勧めします。本当は部屋の中でやんない方がいいのかもしれないですね。6mm のトリマービットでも削ってみました。6mm の溝と 3mm の溝を比較してみました。ご覧いただくように 6mm はもう板ギリギリまで大きさがあってちょっと使いづらそうです。一方 3mm の方はちょうど車のウィンドウにジャストサイズでしたので、もしこの施工をやられる際は 3mm の方が向いているかもしれません。この木片の上部はご覧のように直角で外から押すと外れてしまいます。今回はこの上部を銀杏型ビットで尖らせて窓と同じ厚さにすることで窓枠との密着度を高め、外から押しても外れない防犯対策もなるような形で施工していきます。いきなり本ちゃんで溝を切っていくのはちょっと失敗したら嫌なので、端材の溝を切ってみたいと思います。外側を切断する場合は反時計回りで回すようにとありますので、ちょうど窓枠と同じぐらいの厚さになりますので、これでいきたいと思います。この一番出っ張っている部分が窓枠と密着する箇所になります。この銀杏型トリマービットは刃も太く折れにくいので、もし初めてトリマーを使用される方はこの作業から取り掛かられても慣れるのが早いと思いました。続いて R にカットした端材を瞬間接着剤で留めていきます。換気扇は直接当てて型取りをします。型を取り終えたらトリマーとジグソーを使ってこの中をカットしていきます。木目に対して縦はジグソー、横はトリマーでカットした方がより早く綺麗にできる印象がありました。最終的には総ガイドをきちんと使って 6mm のトリマーでカットすると綺麗な仕上がりになります。こちらのジグソーにしてもトリマーにしても木材を切るときは力を抜いてゆっくり進むと切り口が綺麗に仕上がるように感じました。この部分なんですけど、ガイドを使うことができないんでフリーハンドで切ってみたいと思います。今回はこの曲線部分にどうしても溝を切りたかったのでフリーハンドでトリマーを当てましたが、このやり方は危険を伴いますのであまりお勧めできません。もしやられる際はくれぐれも自己責任で注意をして行ってください。またこの溝切りは 3mm のストレートトリマービットを使って行っています。私は折れることはありませんでしたが、このビットはとても折れやすいとの記事が結構ありましたので、作業時は安全メガネや手袋等を必ず装着するようにしてください。はい、なんとかカットし終わりました。この部分はちょっとかなり強引にフリーハンドでやってしまったので、ちょっとボコボコになってる部分もありますけど、直線はさすがにガイドを当てて切ったので綺麗に溝が切れてはいます。この辺り毛羽立ちというかバリがいっぱい出ちゃってるんですけども、焼き締めしちゃおうと思いますんで、綺麗になくなると思います。この焼き付けは切断時のバリやガサつき等も簡単に除去できて5分ぐらいで終わってしまうのでとても楽なのですが、火を使って危ないのでくれぐれも注意して作業してください。このままだとすすだらけになってしまうので、キッチンペーパーで磨いていきます。すすを取り終わりました。結構いい感じだと思います。ドライバーでネジを外して、ここに網戸を仕込んでいきます。適当な大きさに網戸を切っていただいて、網戸はネジで強引にやればこのように簡単に留めることができます。ここを留めたい場合はこちら側に引っ張りつつ留めてあげるとうまくいきます。少し引っ張りつつ
ネジを当てて締めていきます。こちらは斜め方向に少し引っ張ってあげてネジで留めれば完成です。あとは余分に出た網をハサミでカットしたら終わりです。このような形で取り付けられました。このままでもいいんですけれども、少しぐらつきがありますので、ホームセンターで買ってきたこの折り金具でここに固定をしていきます。これはすごく大きさが小さくて、横幅が 9mm ですごく薄くて、指でもこのように簡単に曲がってしまうんですね。これを使ってちょっと加工してみたいと思います。万力にちょうど真ん中のところにセッティングを少し強めに締めてあげて、ドリルで穴を開けていくだけです。金具の表面はマジックで塗っていきます。ではこれをペンチ2本で折っていきます。2本のペンチで折り切ることができます。これが8つ分完成したので留めていきます。金網と網戸の間にこの金具を入れて締め上げていくとうまくいきます。金具を付け終えたら板にマジックで印をつけビス止めをしていきます。ビス止めの前にドリルで下穴を開けるとビス止めがしやすいです。はい、取り付け完了しました。このように山をつけましたので、ここの隙間にぴったりはまると思います。溝も切ってますので窓ガラスにはまると思います。いい感じに止まりました。ここに全く隙間ありません。窓のところにも全く隙間はありません。ここも隙間は一切ありません。全く落ちないですね。この部分も同様で、こんなにガンガンやっても全然大丈夫です。フルスイングでドアを閉めてみます。全くずれません。配線はここのところを通して、ここで結束バンドで1箇所にまとめて両面テープでスイッチを貼り付けました。すっきりした見栄えになったと思います。肝心の隙間ですが、窓のところには一切隙間はありません。こちら側も同様に隙間はありません。向こう側に少し光が漏れていると思うんですけども、全て網戸で囲っておりますので、虫等が入ってくる心配もございません。結構苦労して作ったんで嬉しいですね。助手席にも取り付けてみたいと思います。換気扇は車内からも取り外すことが可能です。もう窓だけでもきっちり固定がされている状態です。助手席の方にもつけてみます。バッチリです。この取り付けた換気扇がこのソーラーパネルで発電をした電力だけで動くかどうかやってみたいと思います。今日の天気は結構曇りですね。まあまあ曇ってます。で、発電量は 1.6 アンペア、ここから給電します。電源を入れてみます。あ、回った。いい感じです。今回購入した換気扇は8センチとちょっとちっちゃめのサイズなので、ちゃんと吸引するかっていうのを試します。全然大丈夫ですね。こちらも行ってみます。はい、大丈夫ですね。音もそれほど気にならないぐらいの音量ですね。今、強で回しているんですけども、これがミドルですね。ローにしてみます。ローにするとほとんど聞こえないぐらいの換気扇の音ですね。この換気扇の収納は床下にしまうことにしました。本日もご視聴ありがとうございました。もしこの動画を気に入っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。